はい皆さん、さやかです。今日のマークサイロストインワールドでは誰も教えてくれないユニバーサル・スタジオ・オーランドのロッカー事情について話していきたいと思います。もしユニバーサル・スタジオ・オーランドに行く予定があれば、ロッカーを使わないって思っててもこのビデオを見ていってください。なぜなら多分ロッカーを使うことになるからです。ユニバーサル・スタジオ・オーランドでスリルライドに乗りたければ全員ロッカーを使わないといけません。詳しいことは後で説明するので、私たちが今日シェアする情報を見逃さないようにしてください。それでは行きましょう。Welcome back to Max I Lost in World。 今日のこのビデオは全てユニバーサル・スタジオ・オーランドのロッカーについてなんですけど、ロッカーについての基本情報に加えてロッカーを使う際の Tips も後の方でシェアしているので、最後まで見るのを忘れないようにしてください。ちなみに Tips はコツとか秘訣とか覚えておくといいよみたいなことですそれではまずはユニバーサル・スタジオ・オーランドの基本的なロッカー情報について説明していきたいと思います。ユニバーサル・スタジオ・オーランドには2つのタイプのロッカーがあります。そしてこれは1日に一定の料金を払って借りるオールデイレンタルロッカーと、いくつかの乗り物についている一度に1回のみ利用できるシングルタイムユーズロッカーです。それではまずはオールデイレンタルロッカーについて説明していきたいと思います。これはさっきも言った通り、1日に一定の金額を払うと使うことができるレンタルロッカーで、これらはユニバーサル・スタジオ・フロリダとアイランズ・オブ・アドベンチャーの2つのテーマパークでは入り口の近くに、そしてボルカノベイではあちこちに設置してあります。そして1回決まった料金を払えば1日中ずっと借りることができて、何回でも開け閉めすることができます。そしてこのロッカーには2つのサイズがあり、サイズ大のロッカーは約 30cm×33cm×43cm で1日につき12ドルからで借りることができます。そしてファミリーサイズのロッカーは約 30cm×41cm×43cm のサイズで1日につき15ドルからで借りることができます。このオールデイレンタルロッカーは、例えば子供を連れて行くんだったらおむつとか離乳食とか1日のどこかで必要になるけど1日中ずっと持って歩きたくないっていうものを入れるのに使うと便利だと思います。それに値段も悪くないです。12ドルとか15ドルで1日中使えて何回も荷物を出し入れできるのは値段的に全然悪くないと思うので、もし重い荷物を1日中ずっと持って歩きたくなかったら、常に必要でないものはこのロッカーに入れておくのもいいと思います。それではこのオールデイレンタルロッカーの使い方について説明していきたいと思います。まずレンタルロッカーキオスクに行って語源とロッカーサイズとロッカーのレベルを選びます。ロッカーのレベルは地面に近いロッカーがいいのか高いところにあるロッカーがいいのかっていうことです。そしてこれらを選んだら支払いをします。支払いにはキャッシュもクレジットカードも両方使うことができます。そして支払いを済ませたら6桁の番号をエンターするように言われます。これはもし皆さんが自分のロッカー番号を忘れてしまった時のためです。その後皆さんのロッカー番号が載ったレシートが出てき、自動的に皆さんのロッカーがアンロックされます。そこからは荷物をロッカーに入れてロッカーをロックするだけです。そして荷物を取り出す時はその同じキオスクに戻ってアイテムの取り出しを選びます。するとこれが皆さんの荷物を取り出す最後の時かどうかを聞かれます。ここでイエスを選んでしまうと、それははいそうです、これは私が荷物を取り出す最後の時ですって言ってることなので、もうそこからロッカーを使うことができなくなります。なのでまだロッカーを使い続けたい場合はノーのいえこれは最後の時じゃないですを選択してください。それでは次に一度に1回のみ利用できるシングルタイムユーズのロッカーについて説明していきたいと思います。ユニバーサル・スタジオ・オーランドにはロッカーがあるアトラクションとロッカーがないアトラクションがあります。そしてスパイダーマンとかトランスフォーマーズとかキッズライドとかのロッカーがないアトラクションには荷物を持って乗ることができます。しかしロッカーがあるアトラクションには荷物を持って乗ることができません。なので皆さんはそのアトラクションに乗る前にロッカーに荷物を預けてから乗ることになります。ユニバーサル・スタジオ・フロリダにある持ち物をロッカーに預けないといけない全部のアトラクションはリベンジ・オブ・ザ・マミー、メン・イン・ブラック・エイリアン・アタック、ハリウッド・リプライド・ロッケット、ハリー・ポッター・エスケープ・フロム・グリーンゴッツです。そしてユニバーサルズ・アイランド・オブ・アドベンチャーにある持ち物をロッカーに預けないといけない全部のアトラクションはザ・インクレディブル・ホルク・コースター、ハリー・ポッター・ザ・フォービデン・ジャーニー、ハグリッツ・マジカル・クリーチャーズ・モーターバイク・アドベンチャー、そしてジュラシック・ワールド・バロッシコースターです。そしてこのシングルタイムユーズロッカーには2種類のサイズがあります。スタンダードロッカーは約 35cm×14cm×43cm でアトラクションに乗る間無料で利用できます。
大きめのロッカーは30センチ ×33 センチ ×43 センチでアトラクションに乗る間2ドルで利用することができます。この2ドルっていう値段は今後上がるかどうか分かりませんが、今のところ2ドルです。皆さんの荷物がスタンダードロッカーに入れば、さっき言っていったアトラクションに乗るのは無料ですが、もし全部入りきらない場合、これらのアトラクションに乗るたびに2ドル払わないといけないことになります。そしてこのアトラクションに乗る間無料とかアトラクションに乗る間2ドルっていうのはどういうことかというと、このロッカーシステムは自動的にアトラクションに待ってから乗るのにかかる時間と数分の余分の時間を考慮します。そしてこの間に預けた荷物を取り出せば無料のロッカーなら無料、そして2ドルのロッカーなら2ドルです。しかしアトラクションに乗り終えた後すぐに戻ってこずに一定の時間のウィンドウを超えてしまった場合、1日につき上限20ドルまでで30分につき追加の3ドルが請求されます。乗り終えた後ショッピングに行ったりとか他のアトラクションに行ったりとかせずに普通に乗って戻ってくれば追加の請求はされないので、あんまり心配しないでください。そしてこのアトラクションロッカーの使い方ですが、これらのロッカーにアクセスするには年パスかパークチケットかユニバーサルスタジオのホテルキーが必要です。そしてロッカーバンクに行ってこの3つのうちのどれかをスキャンします。ここでもし2ドルの有料ロッカーを使う場合は支払いをします。すると皆さんが使えるロッカーが自動的にオープンします。そして皆さん、この荷物をアトラクションロッカーに預けるときに覚えておくべきとっても大事なことがあります。年パスであろうとパークチケットであろうとホテルキーであろうと、皆さんがロッカーにアクセスするのに使ったものをロッカーに入れないでください。後で開けれなくなります。アトラクションに乗り終わってロッカーから荷物を取り出すときに、最初にロッカーをオープンするのに使ったものをまたロッカーバンクにスキャンしないといけません。例えばホテルキーを使って最初にロッカーバンクにアクセスしたなら、荷物を取り出すときにまたこのホテルキーをスキャンしないといけません。なので全部ロッカーに入れないとって言って本当に全部ロッカーに入れちゃいがちですが、この後で必要になるものまでロッカーに入れてしまわないように気をつけてください。そしてですね、このホテルキーとかパークチケットとかは後でロッカーを開けるためにアトラクションに乗っている時も持っていないといけないことになります。なので、ずっと手に持ってなくてもいいようにポケットがついている服を着ていくといいと思います。そしてさっきロッカーのサイズについて説明しましたが、無料のロッカーのサイズがどれぐらいかっていう目安として、ちょっと待ってくださいね。はい、皆さん戻ってきました。そして無料のロッカーがどれぐらいかっていうと、このサイズのバックパックが入らないぐらい小さいです私たちがユニバーサル・スタジオ・オーランドに行った時に、私はこのバッグを持って行ったんですけど、これ結構小さめなバックパックなんですね。こんなぐらいの大きさです。これが無料のロッカーに入りきりませんでした。多分このフロントにポケットがあるじゃないですか。多分これがなかったら多分入りきったと思うんですね。だけど無理にこうやってスクイッシュしないと入らないぐらい小さかったです。で、私はこのバックパックを無理に押し込んで傷をつけたくなかったのでユーロの2ドルのロッカーを使いました。なので無料のロッカーは結構っていうかかなり小さいですっていうことを私は皆さんに教えておきたかったです。そしてここで一つチップですが、ロッカーのアクセスに必要な年パスやホテルキーやパークチケットは1つにつき1つのロッカーが使えます。なので1人につき1つのロッカーじゃないです。説明させてください。例えばもし皆さんが1つのテーマパークチケットを持っている場合、1つのロッカーが使えます。ですがもし皆さんが1つのパークチケットと1つのホテルキーを持っていれば、合計で2つのロッカーが使えることになります。なのでもし2つ以上ロッカーへのアクセス方法があるなら、1つのロッカーに全部収まりきらなかった場合、分けて2つ目のロッカーも使うことができます。大きなバッグを持って行っても私が持って行ったようなこういう形がすごいしっかりしたものじゃなくて折りたためるものだったら、中身を出して無料のロッカーに収まるようにできればロッカー代を節約することができます。そしてもし皆さんが持ち物がたくさんあって2ドルの有料ロッカーを使わないといけない場合、1日につきロッカーが必要なアトラクションに6回以上乗るんだったら、最初に説明した1日12ドルで借りることができるオールデイレンタルロッカーを借りて、ロッカーが必要なアトラクションに乗るたびにそのオールデイロッカーに荷物を預けに行くっていう方法もあります。そしてさっき荷物をロッカーに入れないといけないアトラクションを挙げましたが、ハリウッドリップライドロッケット、ザ・インクレディブル・ホルクコースター、そしてジュラシック・ワールド・ベロセコースターにはメタルデテクターがあって、
この3つのアトラクションに乗るにはゲストはメタルディテクターを通り抜けないといけません。なので電子機器は何も持って入りません。もちろんスマホも持ち込めません。ちなみにマークは Apple Watch をいつもつけてるんですけど、 Apple Watch は大丈夫でした。でもスマホはダメです。だけど今から言うことは私たちの間の秘密ですよ。この3つ以外のメタルディテクターを通り抜けないアトラクションでは、ロッカーに荷物を入れないといけない場合でもスマホを持ち込めるとは言いませんが、スマホを持ち込んでる人はたくさんいます。さっき言った3つのメタルディテクターがあるアトラクションではダメですよ。ロッカーがあるアトラクションではメタルディテクターがなくてもサインとかにスマホも全部ロッカーに入れてって書いてあるんですけど、正直列に長い間待ってる間何もすることがないと退屈になっちゃうので、ポケットとかに入れて持って行ってる人は結構たくさんいます。私たちから聞いたって言わないでください。これは私たちの間の秘密ですよ。ただなくしたりしたら自己責任なので、そこは頭に入れておいてください。スマホの持ち込みもちろんダメですよ。全部ロッカーに入れてください。ちなみにユニバーサル・スタジオ・オーランドではアトラクション内の撮影は禁止されているので、もしスマホを持ち込んだとしてもアトラクションでの撮影はしないでください。そしてユニバーサル・スタジオ・オーランドのアトラクションロッカーにはもう一つ種類があり、これがウォーターライドのロッカーです。このタイプのロッカーはリバーアドベンチャー、ポパイス&ブルートース、そしてリプソーフォールの3つのアトラクションに設置してあります。これらのアトラクションでは持ち物をロッカーに入れることが必要ではありません。ですがこれらは皆さんの持ち物が濡れてしまうアトラクションです。なのでもし皆さんの持ち物が濡れたくない時のためにこれらのロッカーが提供されています。しかしこれらのアトラクションでは皆さんの持ち物を乗り物に持っていけて、ロッカーに持ち物を入れることが必要ではないので、これらのロッカーは無料ではないです。そしてもしこれらのウォーターライドでロッカーを使いたい場合、ロッカーの値段はサイズによります。小さいサイズのものは4ドルで、大きいサイズのものは5ドルです。そしてこれらの値段で90分ロッカーを使うことができます。このロッカーもさっき説明したアトラクションロッカーと同じで、上限20ドルまでで30分を過ぎるごとに3ドル追加でかかります。これらのアトラクションには持ち物を持って乗れるので、お金を使いたくなければロッカーを使わずに乗ることができます。しかし濡れてしまう可能性が高いです。なのでもし電子機器とか高いカメラとかそういう濡れたら困るものを持っているんだったらロッカーを使った方がいいと思います。それでは以上がユニバーサル・スタジオ・オーランドのテーマパークにあるロッカーについての情報になります。もしこのビデオが少しでも役に立ったらこのビデオにいいねをよろしくお願いします。そして私たちはこういった海外のテーマパークについての情報を配信しているので、もし興味があればぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あと2つ前のビデオで今月のプレゼント企画を開催しているので、プレゼントが当たるチャンスに応募したかったらぜひそのプレゼント企画のビデオもチェックしていってください。それでは見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Make today magical! バイ